さんこんにちは、有山のまちこです。今日は大きな軽いバッグを縫いながらおしゃべりしながら作っていきたいと思います。こんなところに口挟んで大丈夫なんですかね。うまくできてるかな。ここで一回ストップ。改めましてこんにちは、有山のまちこです。今日は大きな軽めのバッグを作っていきたいと思います。畳んだりしてちっちゃくできるエコバッグなんだけど大きいバッグを作っていきたいと思います。でイメージで言うとこんな大雑把に書いたんですけど、こういうような巾着の大きいバッグですね。今度旅行に行くっていうことでこの間エコバッグ便利なのを1個作ったんですけど、その旅行先の気温が夜低くなるみたいで、予想よりも思ってた上着よりもさらに厚い上着を持ってった方がいいかなっていうことで、でも昼間は着ないだろうなっていうことで、その厚い上着も全部家族分バカッと入るようなバッグも1個作った方がいいかなっていうことで、今回このバッグを作りたいと思います。布をカットしていきたいと思います。今回は、ちょっと家に余ってたこのチェックのコットンの生地ですね。これはアメリカに渡米した時に次女のワンピースを作った布の余りで、ちょっと薄手なんですけど裏地付きのバッグにしたいと思って、薄手で裏地付き2枚にしてもそんなに分厚くならないけど丈夫になるかなっていうことで、この可愛い生地を使っていきたいと思います。なんでこの大きい巾着バッグみたいなの作ろうかなって思ったかっていうと、もう20年前ぐらいになんか洋服屋さんの福袋を買った時に、その福袋自体の袋が今回作るイメージのバッグに近いんですけど、すごく大きくって、でもクシュって巾着みたいに口も閉じれて、で肩にかける持ち手が太めですごく役に立ったんですね。もう子供たちのそれこそちっちゃな、ストライダーみたいなのも入れて背負って自転車で公園に行ったりとかもしたし、とにかく大容量のものをバーッと入れられて、でも畳めてっていう感じですごくね使いやすかったので、それを作ってみたいんですけど、どれぐらいの大きさかなって、もう今回は型紙も作らずにこうしてサイズ感を見て切っていこうかなって思います。結構大きかったんですよね。じゃあ早速切っていきたいと思います。どれぐらいかな。これぐらい。縦は55センチぐらいいってみましょうか。ちょっと巾着の上の部分がクシュッとなるようなね、かわいいひらひらっとした感じ。だいたいこれ今切ったサイズが55センチと80センチ弱ぐらいですね。これで表布1枚、もう1枚、そのバッグももう酷使しすぎて破れてしまってもう手元にないんですけど、どうだったかなって思いながら作ってるんですけど、表布1枚と裏布1枚と持ち手と、あと
巾着の紐、キュッと結ぶ時に使う紐の5つパーツがあるのかな。これで表布と裏布が2つ切れました。持ち手を作っていきたいんですけど、持ち手っていうよりは太い1本のショルダーにもなるみたいな、ショルダーってなんか1個だったんですよね。どうやって作っていけばいいんですか。そんな長くなかったんですよね。切っていきたいと思います。47センチ。太さはこれぐらいでいいかな。じゃあ紐のパーツを切っていきます。幅は4センチくらいで切っていきます。これをもう1本。よし、これでパーツは揃ったかな。今芯を貼ってちょっと下準備のアイロンをしてます。このもう芯貼ったんですけど、この持ち手の部分芯を貼ってちょっと2つ折りにしてアイロンをかけてるんですけど、芯貼る間退屈ですよねちょっと裁断とかしながらどんなバッグだったっけかなってこう思い出しながらやってたんですけど、最初はこういう感じだったかなと思って書いたんですけど、確かここが巾着の紐通す道で、ここが巾着で、なんかここら辺からこうやって脇に持ち手がこう縫い付いてたような、こういう風に作ってみたいと思います。うまくいくかな。早速縫っていきたいと思います。この表布と大きいですね裏布の上下、こことここを縫っていきます。じゃあ縫っていきます。まずは片側の上上縫っていきます。今冬休み中なんですけど、今子どもたちの自由時間、画面を見ていい自由時間、テレビでもゲームでもやっていい自由時間なんですけど、もう制限があって、で私もその制限時間以内に中にこれを仕上げるということで、あと40分ぐらいなんですけど出来上がるでしょうか。ということでちょっと急いで縫っていきたいと思います。いきます。冬休み中なんですよ。多分この動画が出てる頃はとっくに冬休みは終わっていると思うんですけど、今は1月2日です、実は。上部が縫えました。あともう一つのこっち側を縫っていきたいと思います。高速だとミシンの音がダラーってなるので喋ってる声が聞こえにくいですよね。ちょっと先行きがもう終わりが見えそうになったらゆっくりスピードで縫いたいと思います。それまでちょっと急ぎ足で。
縫えました。こういう感じで開いて、こことここが縫い目がね合うようにこう合わせます。今から両脇を縫っていきたいんですけど、表布は上5センチ6センチぐらいかな、ちょっとひだひだってギャザーがある巾着バッグみたいにしたいので、6センチぐらい縫わないで、まず表布の脇を縫って、次に裏布をこれまた6センチぐらいに縫ってってとこまで進めたいと思います。30分を切ってしまいました。そうだ、表布を両脇を縫う前に持ち手を挟まなきゃいけないんだった。ここで一回ストップ。全部縫い合わせる前に思い出してよかった。一回これは置いといて持ち手を作ります。持ち手はちょっと裏芯貼ったんですけど、こうやって両脇を1センチ折ってパタンと真ん中で折って端っこを縫っていきます。持ち手の端っこを縫っていきます。縫いました。で思い出したんですけど、もうちょっとこれ短かった気がするんですよね。福袋だったからこうやって持って帰れる感じ、こうやって持つんじゃなくて、でもこうやっても無理やり背負って自転車に乗ってたので、こうもいけるけど、元からこういう長さの仕様じゃなくて肩ショルダーの長さだった気が、ちょっと長めのことで、だからこれちょっと長いのでちょっと短くします。これぐらいかな。さっき両脇の縫い途中だったんですけど、まだ上まで縫ってなかったので、ここに表側にこうやって差し込んでよれないように、中でねじれないし、今こっち側も持ち手が来たのでここで挟みます。持ち手を無事挟めたので、両脇を引き続き縫っていきたいと思います。これ合ってたかな。こんなところに持ち手挟んで大丈夫なんですかね。まあいいか、どうなるんでしょうか。作ってみないとわかんない。反対の脇を縫います。よし。よし、縫いました。縫えたら今度は裏布側の脇の上6センチぐらい両脇縫います。そしたら今のこっちが表布側でこっちが裏布側なんですけど、こうやって縫い代を開いてこう縫います。ここなんで開いて縫うかっていうと、ここ紐通し口なんですけど、紐を出し入れした時にここの縫い代がビヤビヤ出てきたりほつれてきたりしないように、ここ縫い留めていきます。向こう側の布も一緒に縫わないように開いて、こんな感じに縫いました。見えにくいかな。ここを縫いました。次は裏布で返し口だけ残して縫わないで両脇を縫っていきます。制限時間も残りわずかとなってきました。いつもはね、後ろのこっちの机で縫ってるんですけど、今日はこっちのいただいたダイニングテーブルの方で縫ってるんですけど、高速で縫うとすっごい机が揺れますね。すごい揺れる。カタカタ
返し口から表に返したいと思います。うまくできてるかな。おお、あ、いい感じですよ。多分こんな感じだった気がしてきた。こんな感じで表に返した状態がこんな感じです。これがね、持ち手になるんですね。で、ここ紐通し口の道を作りたいので、ここをタカ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 タぐるりとここ2本ステッチを入れていきたいと思います。やっと一周縫えました。おお、下糸がちょうどなくなりました。おお、よかった。途中でなくなってなくて。下糸も入れたので、もう一周紐が通る道を作っていきたい、縫っていきたいと思います。もうでも制限時間が迫っちゃもう終わっちゃいました。もうテレビおしまいだよって言わなきゃいけないので、もう制限時間も終わっちゃったので、明日紐を作って完成ですかね。夜になりました。もう子供たちも寝たので、本当は明日続きをやろうかなと思ってたんですけど、寝ちゃうかな、子供たちと一緒に寝ちゃうかなと思ってなんですけど、起きたので、もう最後続きをゆっくり縫いたいと思います。ちょっと昼間中に仕上げようと思ってドタバタわーって縫っちゃったんですけど、ちょっとあとはゆっくりやりたいと思います。あとは紐を2本作っていくだけなんですけど、巾着のシャーっていうところのね、4つ折りにしてパタンってして縫っていくんですけど、端もちゃんと縫い合わせたいので、まずはこう4つ折りする前にパタンパタンって両端を折ったら、今度こうパタンと W みたいにこんな感じで折って端っこを1センチここ縫います。両端で、こうやって端が縫えたら、ちょっと余計な縫い代をこんな感じでカットして、この状態で表に返すと端っこがきれいに縫える。で、ここ端っこをまたタカ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 と長い道を縫っていきます。裏布の返し口を閉じ忘れていたので、ミシンで閉じたいと思います。今冬休み中ってさっきも言ったと思うんですけど、昼間は自分の時間ほとんど取れないですよね。なのであんな感じでいつも本当に少ない時間をうわーって使って手作りしていますね。大変ですよね、冬休みとか夏休みとか。じゃあ閉じます。紐を縫っていきたいと思います。冬休み中に最寄りの公園に子どもたちを連れて行くんですけど、午前中公園に連れて行って、お昼ご飯食べてちょっとゆっくりして、また午後公園に行ってっていう時もあるんですけど、
その時にハンガリー出身のおばあちゃんが2歳になりたてのまだねちっちゃい女の子、オーロラちゃんって言うんですけど、可愛いですよね名前。オーロラちゃんをよく遊ばせに来ていて、でよく冬休みに会って3人の子供たちもオーロラちゃん可愛いから4人で楽しんで遊んでたんですけど、オーロラちゃんのお母さんはお医者さんで、旦那さんも普通に働いてて共働きなんですけど、お医者さんだからやっぱり休みも全然あまり取れなくって、時間も不規則で忙しいみたいで、それを心配してオーロラちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんがハンガリーから来てお孫さんの面倒を見ていたんですけど、結構なお年なんですけど、午前中一緒に遊んで、またじゃあお昼ご飯だからバイバイってして、でまた午後またおばあちゃんを連れてきて、なんか生活リズムが同じで、でもなんかお孫さんの面倒も大変だろうなと思って、でハンガリーに4人の男の子のお孫さんもいるらしくて、すぐもう近くに住んでて、この間ハンガリーに帰っちゃったんですけど、帰ってもその4人のお孫さんの面倒のサポートがあるからもう大変って言ってて、編み物するんですかなんつってお話しして、おばあちゃんも編み物してたみたいなんですけど、でももう孫のねお世話でねそんな時間ないのなんて言ってて、子供たちがね巣立ったらねゆっくり時間があってゆっくりなんかやりたいこととかできるのかなと思ってたんですけど、なんかおばあちゃんになってもね今度は孫のお世話があったりして、なんか忙しい人は本当に忙しいんだなと思って、ゆっくり時間ができたらなんつって、その時にやろうなんつって言ってもいつまでたってもそんな時は来ないかもしれないんだなと思ったら、今やりたいことをすぐやらなきゃダメだなって思いました。ハンガリーに帰ったんですけど、この間オーロラちゃんの弟がもうすぐ来年じゃあもう今年か生まれるみたいで、そのまたね出産後のサポートでまた来るからまた会おうねなんて、大変と思って本当に大変。子育てって大変ですね。そんな感じでリボンもどんどん縫えてます。長いひもてます。これを2本縫って紐通し口に通したら完成。じゃあ紐が2本無事縫えたので、これをカバンの、紐通し口に通していきたいと思います。ちょっとここがねパカパカするので、ここも縫い合わせました。って言っても分かんない分かんないですよね。なんか作ってくれる、もし私を真似して作ってくれる方がいたら、ここが紐通し口のね縫わなかったところがちょっとパカパカするので、ここ縫い合わせました。通し口以外の上の部分を縫い合わせましたよ。よし、じゃあ通していきましょう。なんか今日はそんな感じでね、前半は昼間はうわーってもう早く縫わなきゃと思って縫ったんですけど、で結局紐作ったりするのは間に合わなくて、今夜縫ってるんですけど、作るの自体はとても簡単なバッグだと思うのでね、なんかこれねすごい本当に便利だったんですよ。でもこれ再現ちゃんとできたのかまだちょっとよくわからないんですけど、こんな大きいバッグで軽くて折りたためてってあんまり売ってないんですよね。探したこともないんですけどさっきちらっと言ったんですけど、ストライダーとか入れられるし、公園まで自転車で行って公園でストライダー乗るっていう時に、ここにストライダーを入れて、背負って自転車乗ったりしてましたね。
結構大変ですよね、そういうのってできました。端っこはこんな感じで紐を結んで、巾着を絞らない状態だとこんな感じのバッグ、こうやって畳めてちっちゃくなるバッグで、これに荷物をわーって入れた後、ふーって絞るとこんな感じに巾着になって、こうやっても持ってるし、こうやってもね持ってましたね、可愛いですよね。もっとここの部分を広くしたらもっとこうキャンディーっぽくなるのかな。でもすごくヒヒヒヒできました。これが欲しかったんですよね。これに早速ちょっと荷物を入れてみましょうか。ちょっと今回持っていくだろうアウターを持ってきてみました。これが全部入るでしょうか。入るかな。まずはね、長女のキルトジャケットを貼りますね。これは長女に作ったんですけど、次女が今ちょっと袖めくってきたりしてる。これ持ってこうかな。あとこれ息子のジャケットですね。余裕で入りますよ。そして私のちょっと厚手のコート入りますね。とりあえず今4人分入ったんですけど、夫のダウンジャケットすごくちっちゃくなるので、それもこうちっちゃくしてもう余裕でこんな入っちゃいそうですね。シュッとシュッと、ほら入りました。ででん、いけるんですよ。こうやってヒヒヒ、こんな感じで暑い時はここにボーンって上着を入れちゃって、ベビーカーにポンってね下に入れちゃってもいいし、もうなんか両手を使いたくなったらこうやってしょえるし、なんとか大きくて軽くて畳めるバッグ作れました。無事にできました。ということで今日はこんなに大きなバッグを作りました。こうやって大きいけど畳めて軽いバッグでした。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。